こんにちは。こんにちは。上馬店のダンカンです。上馬店のウエンツです。今日はですね、前回のウエンツのローの紹介プラスあれだ、ホイールサイズのそうね、700、650どっちがええのに引き続きちょっとホイール周りのお話さらにしていこうかなと思うんですけど、チューブドとチューブレスどっちがええんだお話をしていきたいと思います。まずはそうですね、ちょっとここに1台立たせたバイク、これ僕が今組途中のバイクですね。ニューバイクあんまり多くは触れず、多くはちょっとまだこの前の上ちゃんのローと同じくグラベルロードって感じですかね。でその時に比較で出してたホイールこいつついてますが 700C で今組んでおりますが、パーツが全然届かず何ヶ月もこの状態ですもんね右レバーだけない状態なのでちょっとお預け食らってるんですが、ちょっとこいつを今日はそうですね、こいつをサンプルとして、はい、これはチューブ今チューブレスです。レスで、はい、チューブが入ってません。今チューブとチューブレスいっちゃってますが、じゃあチューブレスって何なのよっていうのを、まずちょっとご説明そうですね、お願いします。 OK です。チューブレスとチューブド、チューブドっていうのはチューブが入ってる状態のことを言うんですけど、自転車はクリンチャーともそうですね、クリンチャーとも言います。車輪ホイールがあってタイヤがついていて、その中に黒いチューブ、主に黒のチューブが入ってることが多いんですけど、それがチューブドいわゆるよく一般的なママチャリとかでもそうだし、ママチャリとかクロスバイクとか、そうですね、ほとんどの自転車が現状チューブド、中にチューブが入ってる、そいつが膨らんでタイヤが形がそうですね、タイヤを保持するために中にチューブが入ってるんですけど、その名の通りチューブレスっていうのはそのチューブがない状態のこと。ホイールとタイヤでその中で直接空気を保持するっていうシステムのことをチューブレスって言うんですけど、で一応そうだ、チューブレスも実は2種類そうです、ね、あって、本当に何もホイールとタイヤだけのチューブレスっていうのと、あとはチューブレスレディっていう、ホイールとタイヤとその中に空気が抜けづらくなるためのシーラントって言われる液体を入れる、その2種類で、僕らが基本的使ってるのはチューブレスレディがほとんどですね。なのでエンビーもそうですし、リムを選んでハブを選んでホイールを組み上げるっていう手組みホイールの場合、チューブレスはないですよね、多分僕が知る限りは。単組ホイールとかだとありますよね、チューブレス。シマノのホイールとかだと完全にチューブレスっていうシーラントを入れなくても一応大丈夫なのでごっちゃになっちゃうんですが、僕らがチューブレス結構レディを省いちゃいますが、チューブレスって言ってたらレディだなって思ってください。基本レディです、僕たちが言うチューブレスはレディ。いろんなメリットデメリットがある中で、そうですね最近チューブレスがすごい言っちゃえば流行ってるというか、急激に浸透してきた、そうですね、増えましたねすごく。もともとはさっき言ってたチューブドクリンチャーと、あとは一応チューブラー、こっちの方が先かな。そうですね、タイヤの中にチューブが収まって縫い込まれてたりとかいろいろパターンありますが、基本的にその2つだったところにチューブレスが参入してきましたね。最初はマウンテンバイクかな、もう多分かれこれ10年ぐらいは結構昔から実はありますよね。そこでマウンテンバイクで使われだしたメリット的には、そのマウンテンバイクの太いタイヤの中に重たいチューブを入れなくて済むっていうのとか、あとは結構その空気を低圧にできる、それはレースとか競技でいうと、重量と空気圧を、チューブが入ってる時よりも低く設定できるっていうのはかなり実はメリットですよね。それが一番大きいかな。それでマウンテンバイクから僕が使い始めたのはシクロクロスのレース、シクロクロスもチューブラーが今でも、プロ選手とかだとメインだけど多いですよね。ただやっぱり、アマチュアの選手とかだと、チューブレスがここ5年ぐらいかな一気に広まってきて、僕もそれきっかけで、シクロクロスレース出るきっかけで使い始めた、そこも同じく低圧にできるっていうのはありますかね。じゃあ今メリットをお話ししましたが、上ちゃんはどっち派ですか？僕は実はどっちもやっぱ使っ
ってて、ロードバイク、マウンテンバイク、グラベルバイクはもう全部チューブレスになってます。ただ普段街で乗ってるとか通勤で使うようなバイクはやっぱチューブレスにはしてないですね。結構後からいっぱい出てくるとは思うんですけど、正直やっぱデメリットが多いからそうね何にも気にせずに毎日乗るバイクとかには、やっぱチューブレスは使わないかなっていうのが、ダンカンさんはこういうバイクばっか持ってるじゃないですか。はい、やっぱチューブレス派ですか？チューブレスも好きですがどっちも使います結局結論先言っちゃうけど、今ウエンツが言ったようにやっぱ僕こういうグラベルバイクとかさっき言ったシクロクロスのレースバイクは、基本チューブレスです、そういうバイクも通勤で使ったりもするけど、一通勤メインで使ってるバイク今乗ってるのだとゴリラモンスーンとか、ピストバイクとか、確かにその辺はチューブ入れてます、そうか、それもでかい。固定ギアのバイクチューブレスにはしないですね。あんまりしないから、街乗りトラッククロスでレース出るとかだったら、その時だけチューブレスにするって方ももしかしたらいるかもしれないですけど、あとそう本当競技でね、競技やっぱそれも競技レッドフックはチューブレス多かったイメージが、街乗りでやっぱスキッとするバイクチューブレスにしようとは怖くてできないじゃあなぜそれができないのかっていう、じゃあちょっとこのメリットデメリットより深く話していきたいと思います、まずはチューブレスのメリットからいきましょうか。さっきチロッとお話をしましたが、結構この低圧にすることがそれが何よりできる。クロクロスレースで使い始めたって言いましたけど、だいたい 32C、33C のタイヤでチューブ入れるとだいたい2気圧前後が、かなり下げてギリギリかなっていうだけどチューブレスは 1.5 ぐらいまで下げて使うこともあります。たかが点5されど点5、そう本当に。でなんでそもそも気圧を下げたいかっていうと、特にこう太いタイヤとか、マウンテンバイクとか、シクロクロス、グラベルバイクが特にやっぱ恩恵大きいなと思うんですけど、やっぱブロックがきちんと噛みますよね。そうね、基本的にオンロードアスファルトの上っていうよりかは、オフロード、ダート走ったり山道走ったりするときにこのゴツゴツした、いわゆるノブっていうブロックの部分がこうタイヤがグニュッと潰れて地面により食い込んでくる。あとはその空気圧低くすると今もそうですけどこうプニプニになるので衝撃の吸収だったりとかもさらにはありますかね。そうですね、それがやっぱ僕たちが思う最大のメリット、最大でほぼ唯一のメリットですね。あとは軽量化っていうのもありますかね。レースバイクとかだとやっぱそのチューブが入ってると、太くなれば太くなるだけチューブの重さってどんどん上がってくると思うし、あとはこのホイールの外周部分常にこう回転して遠心力がかかるところなので、そのチューブの重さ以上に乗った時にこう軽さは体感できるかなっていう、常に動いてる部分の重量が変わるっていうのは実際の重量よりも得られる体感のメリットが大きいっていうのはありますね。そうね。であとは一応パンクに関してもいわゆるリム打ちパンクっていうのがしにくい。チューブが入ってるチューブドだと、例えば低圧にして段差でゴンとヒットした時に、よくリム打ちパンクとかスネークバイトとか言いますけど、地面とホイールの間にこうタイヤチューブがボンと挟まって穴が開いちゃう、リム打ちパンクっていうのが少なくなるらしい。あんまそこは正直感じないですよね。そこはそんなに、でも僕レース中にゴンとアップつけたらやべえって時でも大体大丈夫、なんとかなってたりはします。でもダンカンさんと俺前山走りに行った時、普通にリム打ちしてタイヤ避けました。そうねそうチューブがない分、中のチューブがなんとかなったりはしないけど、それと同時にタイヤが避ける、あんまりひどいと挟まれて避けちゃってでチューブレス保持できなくなってっていうのはありますかね。であとはあともう一個パンクにつながるけど、本当細い、例えばガラス片踏んじゃった、画鋲刺さっちゃったとかいうちっこい穴だったら
中に入ってるその茎の抜け防止のシーラントが塞いでくれることもある。そうですね。これ絶対じゃないですから、全然普通に吹き出し続けて最終的に空気抜けることあるので。俺ねリビングに自転車を置いてた時夕飯食ってたの、プシュッと音がしだしてパッて見たらシーラントが吹き出ていや本当に結構食らうんだよな。なんかシーラントも固まるまで時間がかかったりとかするから、速攻で穴塞がる時もあれば塞がんない時もあるので、そうです。ただやっぱりそのチューブは一回こうちっちゃい穴でも開いちゃうとやっぱりパッチ貼ったりとか、チューブ交換しない限りは絶対に茎抜けちゃうので、抜けがその止まることがっていうのはありますかね。でシーラントも僕もたまにパンク防止剤って言っちゃうんですけど、パンク防止剤ではなくて、エア漏れ防止剤っていうニュアンスが強いですよね、シーラントに関しては。そうね、ちょっと最初の話に戻っちゃうけど、チューブレスレディは基本的にそのシーラント使うの絶対で、やっぱこういうタイヤの気密性がそんなにシーラントがないと高くないっていうのがあるので、絶対それを入れる。空気が抜けちゃうちっこい穴を一応塞いでくれる。なのでパンクしてちょっと数ミリ切れちゃったとかはもう基本そう塞いでくれないことがほとんどなので、そこだけ注意って感じですかね。じゃあ次はデメリット。突然カンペが出てきましたが、デメリットはねちょっと覚えられないんでね。そうですね僕らが事前にデメリットをメリットデメリットを出したらデメリットが圧倒的に多いあるので、ちょっとカンペを見ながらいきましょうか。じゃあまずはさっきのシーラントを入れなきゃいけないチューブレスレディなので、タイヤ交換がすごい面倒くさい。基本そのシーラントって液体なのでそれを入れていて、タイヤ外すとシーラントが出ちゃうしかも大概臭いねそう中に液体が入ってるので、僕詳しいことは全然わからないですけど、保持する成分にアンモニアが含まれてるんですよね。たまにアンモニアレスとかもありますがほとんどのどうだろう、僕らが普段使ってるメーカーのやつはアンモニアが含まれているのでちょっと臭い、あーってなる。そうで、あとはまたシーラントなんですが、シーラント、定期的に補充必要です。その液体なので、あれなんでなくなっちゃうんだろうね。俺なんで俺もすげえ不思議なんですよね例えば穴開いててそれがピューッと外に出ちゃって少なくなるならあれなんですけど、外に漏れちゃうんだったらあれなんですけど、揮発いや俺タイヤに染み込んでんのかなって思ってたんですけど、基本その空気漏れないようにタイヤの中に膜を張るんですが、使っていくうちにその液体じゃなくなってしまう、なぜかなくなります。なくなるそうで、なのでよくメーカーが言うには半年に1遍ぐらいシーラントを補充しましょうっていうのはありますかね。あとハンドポンプとかフロアポンプでは保持できないというか、これ説明難しいですね。ビードを上げるっていう作業がチューブレスの場合必要になっちゃいます。基本的にそのチューブが入ってないので、リムとタイヤがバチンとサイドがピタッと、ビードって言われるこの枠の部分が、かなりがっちり張ってるんですよね。でその、ビードを上げるっていう最初に例えば新品のタイヤを買ってホイールにはめるっていう時、タイヤをなんとなくはめてまだブカブカのスカスカの状態から高圧で一気に空気を入れて、がっちりビードをはめてあげなきゃいけないですよね。それを多分フロアポンプではほぼ不可能、よっぽど組み合わせが良ければ、フロアポンプで上がることもありますが僕たちがお店で使うコンプレッサーとか、エアコンプレッサー、でチューブレスがこう浸透してきたのでチャンバー、空気をためられる機能付きのポンプをちょっと使わないと、たまにあと周りに CO2 ボンベとかもありますが、基本的にお店に持ってきていただかないと作業は難しいんじゃないかなっていう、シチュエーションに合わせて自分で、じゃあ今日はオンロードだからこのタイヤ、オフロードだからこのタイヤとか1台でやる人は、その専用のポンプ持ってたりとかしないとちょっと面倒くさいっていうのはあります。で、あとはリムでいくと、そのさっきリム打ちって言いましたが、リム打ちをするほどの衝撃が加わるとリムが歪みます。
これチューブレス、全部が全部じゃないけど、基本そのビードがはまるサイド部分は薄いなっていう体感ですかね。ちょっと通常のクリンチャーよりもこうフックみたいになってて、特にディスクブレーキモデルは特に薄いですよね。でそこがやっぱりリム打ちで地面とか岩にゴンってヒットしちゃうとリムがぐじゃっと変形しちゃう、それによってちょっと空気保持できなくなったりとかすることが、そうですね、単純にそれがひどいともう僕たちのフレ取りっていう作業では直せないぐらいの決定的なダメージをリムが受けることもあります、あります。僕実体験シクロクロスのレースですごい岩に後輪をゴツッとヒットさせて組んで1日目のホイールをダメにしたことがある。それでもうリムはレースでは使わないっていうリムがありましたね。はいそんな苦い思い出もあります。でちょっと補足、今僕使ってるこのエンビーの G シリーズのリム、これは、ここが分厚くなってます。そうなんですよね。リム打ち、マウンテンバイクだと最近ゴムのクッションみたいな。分かんないです。今パッと出てこないありますよね。リムとタイヤの間にその衝撃を受けてリムにダメージをいかないようにするクッション材みたいなやつを巻くのがあったり、この G シリーズのエンビーのリムに関してはそのサイド部分がちょっと肉厚になってます。であとエンビー、こいつはフックレスっていう、そうですね、さっき言ったこのフックがない、引っかかりがないんですよね。ない、もうまっすぐ。それだけ、リムの精度が良くてタイヤがピタッとくっついてるっていうのはあるんですが、未だに信じられない。これがちょっと怖いの保持できてるのなんで外れないんだっていうんだけど、使っててるので大丈夫。でフックレス、このエンビーに関してはチューブレスレディタイヤ以外使わないでください。そうですねっていう案内を。そうだ、それもありますね。あります。メーカー推奨でこのリストの中のタイヤを使ってください、指定されてる場合もあります。あとはもうこれまさにエンビーはちょっと特殊な例ですけど、価格ですよね。そうですね。これ値段帯いろいろあるから、また安いものもあるけど、トータルで見るとやっぱリムもタイヤもチューブレスレディに対応したものの組み合わせじゃないとそもそもできないので、専用品、お互いにチューブレスレディに対応したもので用意するとなると、クリンチャーモデル、通常のクリンチャーモデルよりはちょっと料金上がっちゃいます。そうね、そんな感じは体感あります。であとは、種類が、今までは結構少なかった。そうですね、最近どっと増えましたね。タイヤもチューブレス対応してなかったのに、これもチューブレスレディ変わってるやんとかっていう、だから1000円高くなってるで、今言ったように専用のリムタイヤを選ばなきゃいけないんですが、やっぱそれをチョイスしなきゃいけないっていう。そうですね、その中から選択しなきゃいけないので、使いたいタイヤはチューブレスできないんですよとかは全然ありますね。ここからはちょっと実際に僕らが使ってみてのデメリット、そうです。タイヤの空気圧が、タイヤ何バールまで入れてくださいとか書いてあったりはするんですが、その規定空気圧内でも、これ組み合わせ相性とか、個体差とかいろいろあるんですが、ちょっと高圧めに空気を入れて使っていると、タイヤがリムからバンと外れてバースト、爆発するっていうか、爆発することありますね。これ僕ら、これが実際に怖いんだよ。使ってて起きたこともありますし、ピット内でだって谷さん自分のホイールにチューブレスやってる時に爆発しても抜け殻みたいになってました、シーラントを浴びそう、シーラントを浴び放心状態になる、破裂音を聞き、もう無になるっていう、もういろいろなさまざまな原因がありますが、なっちゃう時はなっちゃう。なっちゃう時はなっちゃう。僕らある程度この組み合わせちょっと怪しいねとか、装着した瞬間にあれこれやばくないとかは分かるんですけど経験値が、これは前回はこの組み合わせうまくいったのに、今回爆発したみたいなのがもう本当にあるんで、何とも言えないし、このホイール、このリムとこのタイヤの組み合わせはちょっと爆発傾向にあるみたいのもありますし、もう難しい。まだ入れてる最中ならいいんだけどね、走り出して確かに俺はそうチューブレスセットアップしてでバイクを組み上がった、じゃあちょっと試走してみようかなと思ってお店から外出て
漕ぎ出して立ち漕ぎした瞬間にタイヤがバンってビートが思いっきり外れて、めちゃくちゃびっくりしますね。いやほんとびっくりした。まあこけたりはしなかったけど、ほんと最悪こけることもやっぱフロントが外れたりとかしてね、ロックしちゃったりとかもあるので、その時は俺、650の 48B ロードプラスのタイヤに 3.5 バールぐらい入れてたかな。ちょっと入れすぎ、高めに入れると、あとはやっぱチューブレスの時はこのぐらいまで空気を入れてください、チューブ入れて使う時はこのぐらいまで空気を入れてくださいって分けて書いてくれてるそこはチューブとチューブレスで分かれてるありますけど、チューブレスでマックスこれぐらいまで入れられますよっていうマックスを入れたくないです。怖いから。まあ信じちゃダメだよ。信じちゃダメ。例えばこのタイヤチューブレスで使う時 3.5 までマックスで入れられます。これ信じちゃダメですよ。そうね。あと稀にすごい親切なメーカーとかはリム側にそうですね。気圧ここまでにしてください。結構それだと低めに記載されてたりすることもありますかね。ロードバイクのタイヤ乗られてる方は分かると思うんですけど、だいたい7バールから9バールぐらい前後、まあまあそうね、25C とか、その近辺 8C とかはそのくらいまで入れることが多いと思うんですけど、俺が今使ってるタイヤはマックスで5バールまで、あれが28、あれが28のタイヤでなんでマックス5、マックス5、そもそもすごい入れられる設定最大値を下げられてる、そうチューブドの方がやっぱ高くてチューブレスの方が低い、で、あとはタイヤ、今さっき相性個体差とか言いましたが、その個体差が結構タイヤによって出ることがあるから、実際に僕ら、装着よくしますが、リアは全然空気抜けねえじゃんそう今1週間空気何もしてないけど、ほぼ変わらずだけどフロントあれ1日持たなくない、みたいな。1日持たずに同じタイヤ、例えば今僕履いてるこのね WTB ナノの組み合わせですが、これはねそんなことない。いやこれすごいですよね、だって乗ってないっていうのがセットアップして、でも空気はじわじわ抜けてきてるけど、だってもうこれシーラント入ってないですよね。シーラン、いや入ってる、前にちょっと使ってたタイヤだけどシーラント追加してないけど、これは優秀ですが、例えばそうフロントだけ空気1日持たない、ギアは全然大丈夫とかっていう、その同じ製品だったとしても個体差が出ちゃうことがあります、あとワンポイントアドバイスとしては、サイドスキンってチューブレスちょっと弱い傾向にあります。そうですね、サイドスキン、こういう横が茶色だったりベージュっぽくなってるタイヤで、その中でもこのトレッドにはゴムがしっかりついてるけど、ここがついてない、WTB とか、あとはパナレーサー、ウルトラダイナミコ、そうか、パナレーサーグラベルキングはあれはゴムでこう色つけてたり、ダイナミコと WTB、コンパス、ルネールスでしたっけ、今ルネールス、とかはぶっちゃけね、比較的、こういう俺がこれ全然大丈夫なので、そこもやっぱ個体差になっちゃうんですが、比較的抜けやすい傾向にある。プラスあと劣化だね。劣化早い。チューブレスやっぱ空気チューブ入ってないでタイヤで保持してるので、だんだんその、中の繊維がほつれてきちゃうのかあれですけど、ゴムがひび割れちゃうのかだけど、空気がいくらシーラントを追加しても保持できなくなっちゃうとか、ここにこうポツ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 ってシーラントが汗かいたみたいになっちゃうことがありますかね。あとはさっき上ちゃんも言ってくれたけど、出先でパンクした時、そうですね、あれは山奥の中で、自力で直さなきゃいけない時、虫まみれ、シーラントまみれでもうってなりながら、チューブレスパンク修理するってなると、これダイナプラグって製品名ですか？ダイナプラグはメーカー名ですか？メーカー名、ブランド名みたいなご存知の方も多いかもですが、車とかバイクのパンク修理とかそう使うことがあるんだけど、ゴムの細長いやつをこうタイヤにブスッと刺して、穴を塞いであげて、で空気が漏れないようにするっていうのが多分一番早い。これも結構いろんな条件が重ならないとそれが使えなかったりとか、それも結構一か八かじゃん、やってみないと分かんないっていうのがあるので、チューブ入れちゃうっていうのが
早い直し方なんですが、チューブ入れるときにチューブ入れるのが結構シーラントまみれになったりきついするっていうのがそうですね。ありますかね。でタイヤ外してシーラントを軽く拭いて新しいチューブを入れて、よくやるのがこうバルブをなくす。あ、そうチューブレスバルブ、ここも専用品。そう専用品のバルブが、バルブだけの製品がここだけの製品あって、それを取り付けてるんですけど、チューブを入れるってことはこれを一回外さなきゃいけないので、これをなくすあれサドルバッグ入れたはずなの、ないで、これが結構いい値段する。いい値段するから、あーってなる。そんなこともありますかね。そんなところですか。今僕らが挙げたのは、ほぼデメリット。ほぼデメリットの方が圧倒的に今回羅列したら多くなっちゃったんですが、それでもなおやっぱ僕とか旦那さんが持ってるバイクの半分以上ですからね、そうだね、チューブレスにしてるっていうのはやっぱそれだけ乗り心地が変わったりとか、これは気にする人しない人いるかもしれないですけど、やっぱ重量が変わったりとかっていう、たかだかその2つのメリットでもやっぱチューブレスにしたいって思う。なので一度試してみてほしいけれど、かなり乗り越えなきゃいけないハードルはたくさんあります。そうなので僕も速く走るバイク、レースバイク、オフロード走るバイクに限られてるかな。街乗りバイクはやっぱ通勤で朝よし行こうと思ったら空気ベコベコになってたりとか、あんってなりますもんね。出先っていうか通勤途中でなんか踏んづけてシーランとかプシューって見て吹き出してるのを何も直すことができないとかはちょっと悲しいの。悲しいから街乗りとかで使うバイクは基本やっぱまだチューブレスはしないです、あとは固定ギア。固定ギア、もうやっぱしたくない。やっぱりちょっと固定ギア乗るとスキッとしたくなっちゃう。スキッとしたくなっちゃう。タイヤの消耗が激しいので、なんでもうどっちが、これも一緒ですね、ホイールサイズと。そうですね。どっちが正解でどっちが正しいってことはないので、いいとこ悪いとこを理解してもらった上で、ちょっと体験してみたいなって思ってくださる方がいれば、そうですね、嬉しい。週末林道100キロ走りますみたいな人とかにはおすすめです。おすすめ。ただ出先で直せなきゃいけないので、そこのスキルはありますからね、ちゃんとパンク修理できる人、じゃないとちょっと難しいかもしれない、っていう。大丈夫かな、伝わったかな。ちょっとこれね、今回ですね、難しいお題。そうですね、難しい。僕らもヒヤヒヤでしたけど、大丈夫かな、伝わってくれたと願います。じゃあそんなところで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。